皆さんこんにちは。株式会社黒の現役デザイナー兼社長のボブです。今年1年もあっという間でしたよね。お疲れ様でした。今年1年を振り返るとデザイン業界では大きい会社のロゴのリブランディングが多かったと思うので、今回は今年の締めくくりとして2022年に衝撃的だったロゴのリブランディングをご紹介していきたいと思います。はい、まず一つ目は宴会グッズならここに行け。東急ハンズが株式会社ハンズに社名が変わったことでのリブランディングということで、日本企業らしさを押し出すために手の漢字をモチーフにして過去から未来への継承というのを一筆書きというデザイン表現にしたロゴですね。デザインされたのは佐藤大樹さんで、東京2020のオリンピックの聖火台をデザインされたり、過去にはローソンのプライベートブランドのパッケージもデザインされた方です。元々の左右の羽みたいに広がった手のシンボルマークをつけていたロゴのコンセプトは、新しい発見・発想、イコールヒントを提案して売るのが役割ということで、あの手のシンボルをここを見るとヒントが隠れているよというシンボルマーク自体がフォーカスポイントになっていました。で、新しいロゴですが、手を大事にするというコンセプトは変わらず、よりグローバルな企業にしていくために日本らしい漢字を使い、ヒントから生活文化への創造というコンセプトに変わったことで、過去から未来へつながっていくということでこちらのロゴになったのですね。ロゴタイプも以前はヒントということでワクワクさせるようなエンタメ感のあるポップな書体でしたが、新しいロゴタイプはどのお客様の層にも合わせられるようにシンプルな書体に変わっています。ハンズの企業理念はこちらなので、ブランドメッセージのクリエイティブもロゴシンボルの一筆書きと生活感と手がよくマッチしていて良いリブランディングだと思いました。はい、次に2つ目はそこに愛はあるんかでおなじみのアイフルさんですね。こちらは元から使われているハートのモチーフを継承しつつ、創業50年を超え、この先50年、100年と未来を見据えて気持ちを新たにし進んでいきたい、新しい価値を提供していく企業姿勢にふさわしいロゴにしたいと考えてのリブランディングということでした。ハートモチーフのロゴシンボルは以前のものと比べて余白が大きくなって遠くからでも視認しやすくなりましたね。また、ハートの左側が前じゃなくて、右側を前にすることで、右肩上がりの意味合いもついています。ハートの下にある斜線は人の手をモチーフになっていて、消費者金融というちょっとネガティブなイメージがあったところにも親しみを感じられるロゴになっています。ロゴタイプに関しては、カタカナを使ったロゴタイプを作る場合、文字の角度や太さを揃えるのが一般的なのですが、リブランディングをするにあたってのこの先50年、100年と未来を見据えて気持ちを新たにというところで、今までのそのような常識にとらわれないフォントが採用されたのかなというふうに思います。この見た目の違和感は2015年頃に有名になった日本人が読めない英語フォントのエレクトロハーモニクスと同じ現象が起きているのかなというふうにも思っていて、先ほどお話しした皆さんが普段見ているカタカナのロゴタイプは角度や太さが揃えられているという先入観があるので、世の中にこのような新しいデザイン表現を使ったロゴが増えていくと受け入れやすくなるのではないかなというふうに思いました。また、色味も前のくすんだ赤から色味のはっきりした赤に変わったことで元気のある明るいイメージのロゴに変わりましたね。デザインをされたのはグラフ株式会社の北川一生さんで、セブンイレブンの年賀状を作られたり、ロゴデザイン以外にもパッケージデザインやサイネージのデザインをされています。はい、そして最後の3つ目はいつか自分も記事を投稿してみたいノートさんですね。12月21日に東証グロース市場に上場するのに合わせてロゴデザイン、モーショングラフィックス、サウンドロゴをリニューアルされました。デザインを手掛けられたのは日本デザインセンター代表の原健也さんで、無印良品のアートディレクションやムサビこと武蔵野美術大学でデザイン学科の教授をされています。ノートのロゴはもともとノートペーパーをモチーフにしたアイコンとティファニーブルーの色味で洗練されたコンテンツを提供する情報メディアの印象のロゴでした。今回のリブランディングで N のみのロゴになっていますね。アプリのアイコンやファビコンなどもすべて N に変わっていました。アルファベット単体にしてあるサービスといえば Facebook、Google や Gmail の M、Skype などがありますが、どれも世界中で使われているサービスなので、ノートの N にもそのようなグローバル企業になるという意気込みを感じることができますね。
ノートペーパーのモチーフをやめたのは、ノート自体が今後メディアプラットフォーマーとして進化していくには、ノートでは表現できないイラストや音楽や動画などのコンテンツも扱われていくので、特定のモチーフにとらわれずに、ノートの N に全てを集約したということも考えられると思います。また N の小文字は通常は頭に鱗が出ていますが、このロゴバージョンの N には上の鱗がないので、オリジナリティやユニークさというところが表現されているのかと思います。ロゴマークとして見たときは N は先ほどのオリジナルの N で、それ以外の OTE はノート用に新しくデザインされたノートフォントで構成されています。鱗がないシンプルなサンセリフ体なので、ノートのコンテンツを変に邪魔しないフォントになっています。また、かなり太くしっかりしたフォントでもあるので、ブランドとしての安定感があり信頼できるようなイメージです。T の下が切れている意図としては、T ではなくプラスとしてユーザーに認識してもらうことで、誰もが創作を始め続けられるようにするというミッションの続けられるというところをプラスにしたのかな、や T の下の I が欠けているということは I、つまり英語の一人称のあなたがノートに加わって初めてノートは完成しますよみたいな意味があるのかなと思いました。モーションロゴの動画を見てみると、下の部分が伸びてからプラスみたいになっているので、プラスに I、つまりあなたのコンテンツがノートに入ってまたプラスに戻る、つまり続いていくというのが表現されていると思います。はい。というわけで今回は特別編で2022年にあったロゴのリブランディングについて解説と考察をまとめてみました。人間が普段生活している落ち着いた世界のことをコンフォートゾーンというのですが、そこから無理やり離れようとするとかなりストレスを感じます。それはデザインも同じで、ユーザーは今まで使っていたものの見た目が変わるとストレスを受けて批判的な意見をぶつけがちですが、どうしてそのデザインになったのか、その会社やサービスが今後どうなっていきたいのか、裏側を考えてみるのもいいかと思いました。それではご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録、その他質問があればコメント欄までお願いします。以上、ボブでした。皆さん楽しいデザイナーライフを。バイー